じゃあハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、よしいやいや。サバ、カツオ、ラウス昆布の出汁。よもぎはあれだよ、ジャパニーズマリファナやけん。屋台っていうのはね、認められた文化としてね生きてるから、まあ、そこをちゃんと守っていけたらなっていう思いだね。もともとね宮大工っていう、建築でねっていう技術者としての仕事もしてたし、エンジニアとして働いてたこともあったし、でも高校中学校とかは格闘技とかもずっとやってたりとかね。よいしょ。親戚が始めた屋台だけど、それを始めたのが34年前だね。34年前から屋台啓示っていうお店は、この場所で営業してるんだけど、その当時はまだ俺は今38だからまだちっちゃかったし、全然経験もね何も知らないことばっかりだから何もできないけど、俺がここ7年ぐらいで今の屋台をね、おじさんがちょっと体調を壊したっていうのもあって現場に立ちづらくなった俺が今メインで動いてるっていう感じだね。実際自分の会社としてね、デザイン事務所だねをやりつつ飲食店もやってるっていうのが実際のところだね今はね。すいません、こんにちは。よっこい小一、おし。これはねおでんだね。普通ねおでんはやっぱ汁物やけんこぼれるけんさ、現場で作った方がいいんだろうけど、そうするとさお客さん来た時にさまだ温まってないおでんになっちゃうからさ、大変や。これ豚骨スープが入っとっちゃうね、この上の方の段、そこ運び出す時にね一回ねここにね置いとって、営業さあ今から営業始めるぞ置いてダーンって自分で蹴って、ここに豚骨ぶちまける事件やったことあるもんね営業終了みたいな。それで僕もう屋台の準備しとったけど、屋台片付けて吐いたお湯吐いたお湯吐いたお湯の連続みたいな俺認識されてない？毎日大変よ、ほんとね。体は壊れるかもね、そのうちね屋台出すのに3往復荷物運ぶんだけど、2回運んで最後に屋台本体運ぶよろしくお願いします。アブでございます。よいしょ。神霊作りっていうのを模した屋台にするんだけど、神社を作ろうっていうのは、屋台って人が集まる場所じゃん。そこの場所にまた心一つにさ、みんなで和を持ってね集まろうぜっていう意味での神社の形です。
日本の文化とかそういったものをなんかこう、まあ自分自身がそれが好きだっていうのはもちろんあるんだけど、それをつなげれたなって、みんなに伝えれたらなっていう思いがあったから、でそれでその屋台って話が来た時に、屋台っていうのはね、全国的にはもう少なくなってなくなる傾向にあるけど、一応まだ福岡では認められた文化としてね生きてるから、まあ、そこをちゃんと守っていけたらなっていう思いだね。これはまあこれ賽銭箱なんだけど、うちが小学生までのお子様にはラーメンを無料で提供させてもらってるんだけども、それは無料でできる理由っていうのが、この賽銭箱にみんなが、お客さんがお金を入れてくれるわけよね。そのお金からお子さんの分のラーメン代になるっていう、そういうシステムのための賽銭箱。中にお札が入ってて、これが要は天照大神、要は一応日本の総氏神、言い方だけどトップの神様って言われてる人のお札。神棚にお札入れるときは、一番手前に天照、真ん中に豊受の御神で、後ろに出雲、この3点をセットにして中に入れる。俺は別に宗教家じゃないけど、これが一応ご神体、神様の代わりみたいなものだね。はい、ありがとうございます。はいはい。これタイめでたいのタイよ。ハッピーニューイヤーのタイでございます。入っていいですか？あだだん。We Happy New Year。ハッピーニューイヤー。よっしゃ。はいや。はい、お通しです。ありがとうございます。おいえ。てれいえ。ありがとうございます。いもどん。ドゥルシー。
よし、ハッピーニューイヤー。よし、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。よし、いや。あじゃ俺ズリ持ってきてない。お仕事が来る前に取ってきて。そうズリないのはちょっと結構困るもんね。ズリ取ってきます。じゃあちょっと忘れ物しない取りに行ってきます。これこれがまず宮古島の文字をね。でこれが焼きあご、うるめ、サバ、カツオ、ラウス昆布の出汁。福岡はね上級醤油ってあるんやけど、上級醤油の醤油生醤油にどんこ、しいたけ、干ししいたけと干し貝柱、この返し2種類と、これ博多ラーメンのスープなんやけど、スープはうちは豚骨が7の鶏が3の割合でスープを炊いてる。だけど純粋な豚骨ラーメンかって言われたらちょっと違うかもね。でもその分臭みがなくてまろやかにはなるねって感じです。このチャーシューは薩摩黒豚チャーシューってやつですね。でこの麺が博多のラー麦って種類の麦を使った30番っていうめちゃくちゃ細い、これ以上細くしたらそうめんになる限界の細さの30番の麺。梅がえ餅、梅がえてる、梅がえ餅。焼いた方がいいやん、美味しくしたいやん、どうせなら。よもぎ餅。よもぎはあれだよ、ジャパニーズマリファナやけん。カルムと僕年に2回泊まりで福岡とか長崎とかでも何時なくて昼も全部もう食事も全部出てくるだから火事です。飯ないですよね。ブリカマの在庫管理は簡単です。ほーい。料理の味はもちろんですけども、そういうなんか、ね、料理の見せ方もこだわってるなと思って、それってなかなかないですよね。段取りと準備力がもうすごいですね。よろしくお願いします。口は硬いから。14。おこげ多めで。おいえ。これだしですね。これ焼きあごの醤油でございます。鼻に酢入れた人の。料
はい。おいしいや。どうもどうも。うへ今日は豚汁でございます。みんな取り出す。ってるから。そう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 。うん。めちゃめちゃいいと思います。こう入ってなんかみんなフレンドリーでめちゃめちゃいいな。こういう人やばい、なんかその時代から白玉コードしてるのめっちゃ面白い。なんで白玉ってシニアや。ごめんよ、焼いたやつだよ。おー、よかった、すみません。おーい。あっちになる。うん。あっちの方じゃない。違う。おー、ミニオン。IT から商店大丈夫です。大丈夫です。これはね、博多一口餃子って言ってちっちゃい博多のね餃子はちょっと一口サイズちっちゃい。あの人だからね、絶対ね、それを全部や。
すごい。この前結婚式行ったやんか。芸人さんのいいってやる芸人さんいて、パクリじゃないの？ TT 兄弟より先に始めて芸人さんいたんですよ。その上のサイン書いてくれた。本当渡辺やね。てらえやったってこれ焼きラーメンね。衝撃的なことをちょっと教えてくれっていう船長、はい、オートハンドベッドの上に貼らなきゃいけない。じゃなくて、素晴らしい。もうそれは屋台っていうのはね、普通の店舗と違って、移動式で移動してきて夕方になってお店を出すっていうスタイルで、普通飲食店の人は選ばないと思うんだけど、あくまでもね福岡の文化として息づいてるのが屋台だから。